結婚して13年のある日、明日から俺は自由になるから。夫から突然離婚届を突きつけられた。役立たず呼ばわりした挙句、私と娘を捨て他の女のところへ向かう夫。やっと俺の人生楽しくなるぞ。今思えば別れ際に言った夫の言葉が滑稽に感じる。私の名前は翔子、46歳。ドラッグストアで週5日、パートとして働いていて、働き始めて2年が経った。今は登録販売者試験に合格するために日々勉強に励んでいる。私は夫と娘と3人で暮らしていて、夫は46歳。大手製薬会社で働いていて、給料はそれなりにあり、最近ようやく係長に昇進し、かなり浮かれている。結婚するまで気づかなかったのだが、夫は酒癖が悪く、お酒の勢いで浮気をすることもしばしばあった。その度に私は、外で飲みすぎないようにお願いしたが、お酒は趣味だからとか、付き合いだからとか言って、ほとんど聞き入れてもらえなかった。結婚してから約1年、夫のそれが原因で喧嘩もしたが、私は夫を愛していたため、離婚に踏み切れなかった。自分が少し我慢すれば、この関係が崩れることはない。そう考えるようになり、なんとなく自分の気持ちを抑え込んでいくようになった。だが、この状況は結婚から2年後、待望の子供を授かってからガラリと変わった。私は年齢的なものがあり、子供がなかなかできず諦めかけていたので、心から嬉しかった。もちろん、夫も私と同じように喜び、娘のミオが生まれてからは夜遅くまで飲み歩くこともなくなり、自然と浮気をすることもなくなっていた。夫が私と娘のために一生懸命仕事に取り組んでくれているように感じ、私は幸せな日々をかみしめながら毎日を送っていた。それからあっという間に月日は流れ、娘は11歳になり、来年からは中学生になる。娘はまだまだ甘えん坊だが、パートで遅くなった時は洗濯物を畳んでくれていたり、夕ご飯の準備を手伝ってくれたりと、日に日にお姉さんらしくなってきた。ただ、小学校はあまり楽しくないらしく、学校の話を家ですることはほとんどなく、友達の家へ遊びに行くこともない。学校で何か嫌なことがあったのか聞いたことがあるが、ミオは一人で過ごすのが好きだからというだけだった。確かにミオは社交的なタイプではないが、これから先、人と関わらずに生きていくことはできない。もちろん、ミオの気持ちを尊重したいが、中学校では素敵な友達と出会ってほしいし、部活や学校行事など、その時にしかできないことを全力で経験してほしいと思っている。そして、その成長する姿を夫と一緒に見守り、応援していきたい。そのためにも、私も娘に恥じないように生きなきゃなと思っている。ところが、夫は娘が10歳になった頃から、また帰りが遅くなり始めた。今までも仕事上、帰りが遅くなることが多かったが、時が経つにつれ、その頻度が増えていった。夫の体調は気になるが、本人は何も言わないし、娘にもお金がかかる。しかも、夫の同期が次から次へと出世していくので、夫も必死に頑張っているんだろうと、夫の残業をいいように捉え、特に気にしないでいた。しかしある時、あまりにも残業が続く日があり、心配になった私は夫に尋ねた。ねえ、
最近残業が多すぎる気がするんだけど、大丈夫？ああ、大丈夫だよ。俺を課長に推薦してくれるって話が出ているから、今は無理してでも頑張らないと。それは嬉しいんだけど、体を壊すようなことはしないでね。ありがとう。お前とミオのためにも頑張るよ。そっか、ありがとう。私はこの時、夫のある癖を見逃さなかった。夫は嘘をつく時、必ずと言っていいほど鼻を触る癖がある。夫は、お前とミオのためにも頑張るよと言った時、明らかに鼻を触っていた。この癖だけは昔から治らず、そのおかげで夫の嘘を見抜いたことが何度かある。長年連れ添った嫁としてもそうだが、女の勘も何か怪しいと言っている。その勘が確信めいたものに変わるまで、そう時間がかからなかった。ある日、会社にいる夫からメールが届いた。今日は帰れそうにないという短いメールで、この時も私は違和感を感じた。そのメールを見た後、すぐに返信したが、夫からの返事はなく、気になった私は電話もしたが、留守番電話につながった。本来なら何度も電話をかけたいところだが、本当に仕事だった場合、夫に迷惑がかかると思い、それ以上連絡を取らなかった。次の日、夫は仕事をしていた割に疲れていない様子で帰宅。私のメールに返信できなかったこと、電話に出られなかったことに触れることもない。夫が何も言わないので、私もあえて何も言わず、いつも通り夫のスーツを片付けていると、明らかに女性用の香水の匂いがすることに気づいた。しかも、私には全く返信をしなかったのに、帰ってからずっと誰かとメールでやり取りをしている。今問い詰めれば何かがわかるかもしれないし、ほぼ浮気をしていたのは間違いないが、問い詰める勇気もない。この時、私は現実逃避し、父親がそばにいることが娘の幸せでもあると自分の行動を正当化した。胸にしまったものは消えないが、来週は娘の12歳のお誕生日。毎年家族で過ごしているので、私は夫に念を押した。来週はミオのお誕生日だから早く帰ってきてね。もちろんだよ。大切な日だからね。意外な返答に私は嬉しくなった。娘のことは大事に思ってくれているようだ。俺がプレゼントとケーキを買ってくるから、お前はごちそうを作ってくれよ。今年は特に楽しみだな。なあ、ミオ、ケーキは何がいい？最近、娘がお年頃で、夫も気を使っているのか、夫が積極的に娘に話しかけることはなかったので、娘はびっくりし、少し照れくさそうに小さな声で答えた。フルーツがたくさんのケーキ。わかったよ。楽しみにしておけよ。明日、ミオもショウコもびっくりするぞ。微笑ましい親子の会話。その夜、私は久しぶりに幸せな気持ちで眠りについた。そして娘のミオの誕生日当日。夫はいつもより早く帰ってきてくれた。数週間ぶりに3人でごちそうを食べ、夫も娘の成長が嬉しいのか、お酒も進んでいる。ミオ、おめでとう。約束通り、フルーツいっぱいのケーキと、ミオが欲しがっていたプレゼントを夫は買って帰ってきてくれた。ほら、ミオ、これがお前にやる最後のプレゼントだ。え？きょとんとしている私と娘をよそに、夫が宣言をした。やっとだよ。明日から俺は自由になるからな。話が見えてこない。
あなた何を言っているの？飲みすぎたんじゃない？夫は私の質問には答えず、グラスのお酒を飲み干し、ご機嫌に続けた。いやな、ミオが生まれた時からずっと早く離婚をしたいと思っていてな。俺はな、息子が欲しかったんだよ。でも次の子供も期待できないし。目の前に娘がいるのに、この人は何を言い出すんだ。娘は小刻みに震えながらも、聞こえるか聞こえないかぐらいの声で夫に問いかけた。じゃあ、私はいらなかったってこと？当たり前だろ。跡取りにもならないお前を今まで育てたんだ。感謝されてもいいくらいだ。やめて。夫がこれ以上娘を傷つけないように言葉を遮ろうとしたが、それでも夫は言葉を続けた。いいか、よく聞け。俺には来月息子ができるんだよ。息子ができるまでの我慢だと思っていたんだがな。案外時間がかかってな。なぜか照れくさそうに笑う夫。私は理解が追いつかず、顔が引きつったまま動けない。本当に嬉しくて。彼女も産前で大変だろうから、明日にはこの家を出るよ。彼女はまだ若くて28歳なんだ。取引先のジムの子だったんだけど、俺の一目惚れだよ。しかも彼女は息子を授かってるんだぞ。話の内容が全く頭に入ってこなかったが、ただ一つ分かったことは、私の勘はやっぱり当たっていたということだ。私たちを捨てるの？仕方ないだろう。恨むならお母さんを恨めよ。役立たずなんだから。俺は今や昇進して課長になったんだぞ。役立たずとずっとこんな生活できると思うか？ほら、役立たず、離婚届にサインしろ。お母さんは役立たずなんかじゃない。娘の声に私はハッとした。私がショックを受けている場合ではない。わかったわ。私はその場で離婚届にサインをし、私のために声を張り上げてくれた娘を抱きしめた。私があっさり離婚届にサインをしたことで、夫はさらに上機嫌になった。自分がどんな目で見られているかなんて気にもしていないようだ。俺は忙しいからな。それはお前が出しておいてくれよ。信じられない。私がどうしてこんな仕打ちを受けなければならないのだろうか。この瞬間、夫に対して復讐心が芽生えた。じゃあ、俺は明日の準備をするから。課長にもなれたし、息子もできたし、やっと人生楽しくなるぞ。言いたいことを言い終えた夫は、鼻歌混じりに自分の部屋へ行った。その日、私は娘の部屋で一緒に寝た。ミオの寝顔を見ていると涙がこぼれたが、今は悲しんだり過去を振り返ったりしている場合ではない。娘に恥じない人生を送ると決めていたんだ。私は新たな気持ちで次の日を迎えた。ひどいじゃないか。見送りもなしか？今まで世話してやったのに恩知らずだな。見送りがないのが気に食わなかったのかもしれないが、わざわざ娘の部屋に入ってきてまで言う必要があるのだろうか。私が言い返そうとすると、それより先に娘が冷たく言い放った。いいから早く行きなよ。娘の対応に夫は面食らったようだが、だから娘は嫌なんだよ。口答えはするし、生意気だし、おまけに金がかかる。そう言って乱暴にドアを閉め、浮気女のもとへと去っていった。夫が出て行って2ヶ月後、突然電話があった。久しぶりだな。元気だったか？何の用？冷たいな。息子が生まれてな。だからわざわざ連絡してやったんだぞ。そんなこと
誰も頼んでないし望んでいない。そう、おめでとう。用がないなら切るわよ。まあ待てよ。彼女がどうしてもお前に礼が言いたいって言うから電話してるんだよ。そう言うと甲高い声が聞こえてきた。あ、はじめまして。なんかありがとうございます。あっさり離婚してくれたみたいで。こんな女にお礼を言われる筋合いはないが、この時の私は何の感情も揺さぶられなかった。こちらこそありがとうございます。そんな人をもらってくれて。優しい。娘さんも生意気とか聞いていたから、奥さんがいい人でよかったです。あ、もう奥さんじゃないか。そうね、もう奥さんじゃないわね。ところであなた、その人に奥さんも子供もいるのを知っていたの？付き合ってすぐに気づきましたよ。だって嘘をつくとき鼻を触るじゃないですか。いないって言っていてもバレバレで。そうなの、知っていたのね。でも私のことをすごく愛してくれているし、いいかなって。じゃあ私、息子にミルクあげなきゃなんで。浮気女は言いたいことだけ言って電話を切った。夫も浮気女も本当に救いようがない。この電話で私の夫に対する愛情がみじんもないことが改めてわかり、その上浮気をしていたことの確たる証拠を本人からつかむことができた。それから1年が経った頃、元夫から電話があった。もしもし、今どこにいるんだ？帰ってきたのに誰もいないじゃないか。どこって家だけど？嘘つくなよ。家がなくなっているぞ。ああ、その家ね。その家なら売り払ったわよ。どうしてだ？じゃあ今はどこにいるか教えてくれよ。そこに行くから。どうして？あなたと過ごした場所なんかに住んでいたくなかったからよ。今どこにいるかなんて関係ないわよね。来たら警察呼ぶわよ。なんでだよ。俺たち夫婦じゃないか。な、やっぱり俺にはお前とミオしかいないんだよ。実は私と娘は元夫がいなくなった後、いろいろなことを話した。そこで決めたことは、まず家を売り、父のいる実家で暮らすことだ。もともとあの家は父が私のために私の名義で買ってくれたもので、父に今回の事情を話すと快諾してくれた。次に家を売ったお金で浮気調査の依頼。浮気調査の結果、元夫と女の浮気は確定したが、その際、女の子供は元夫の子供ではないことも明らかになった。なので、私は元夫から必ず連絡があると確信していたが、まさか半泣きになりながら電話してくるとは思わず、笑いがこらえきれない。その時、娘が私の電話を取り、どう？人生楽しいんでしょ？ミオ、あの時はごめんな。またケーキ買って帰るから。ミオ、許してくれよ。気安く呼ばないで。そう言って電話を切った。お母さん、今日はお母さんの好きなケーキを買いに行こう。その娘の笑顔は本当にすがすがしいものだった。その後、弁護士を通して元夫に慰謝料と養育費を請求した。元夫は浮気女の子供が自分の子供ではないと分かり、私たちのもとへ戻ってきたかったのだろうが、そんな都合よく行くはずがない。浮気女とも離婚の泥沼裁判をしているらしいが、浮気女が元夫の会社に嫌がらせをし、すべてが会社中に知れ渡ることになり、自主退職をせざるを得なくなったそうだ。今は住み込みの仕事をしているらしく、あの年で体力的にいつまで続くかわからないが、自業自得だ。とにかく慰謝料と養育費だけをきちんと支払ってもらえたら、
その他のことはどうでもいい。それからもう一人、当然浮気女にも慰謝料を請求した。浮気女も慰謝料と裁判費用を払いながら子育てもしなければならず四苦八苦しているそうだ。一方私は登録販売者試験に合格し、引っ越し先で正社員として働いている。娘もいるので正社員は少し迷ったが、娘がすごいお母さん頑張ってと言ってくれたのでチャレンジすることにした。父も力を貸してくれ、私の帰りが遅い時は娘と一緒にご飯を作って待ってくれている。娘も環境が変わり、中学校で友達もできたようだ。今まではほとんど話してくれなかった学校の話をしてくれるようになり、娘の成長がすごく嬉しい。これから先、どんなことがあっても、また娘と共に父にも支えてもらいながら一緒に乗り越えられると思う。